こんにちは。なりきり読書チャンネルの京介です。今回の登場人物紹介本はこちらです。この登場人物は部下への指示がうまくいっておらず、仕事が滞っている方なんです。皆さんも同じように悩んだことはないでしょうか？そこで、この本に書かれている3つのポイントを使って、この登場人物の悩みを解決していくストーリーをこれから紹介していきたいと思います。最終的にこの登場人物がどんな未来を手に入れたのか、ぜひ注目しながら見ていってください。今回ご紹介するのは、細谷勲さんが書いた具体と抽象トレーニングです。皆さんは抽象的っていうと、どういうイメージをお持ちでしょうか？なんだかわかりづらいとか、漠然としてるとか、そういうイメージじゃないですかね。なんか内容がわからないときって、それって抽象的でわからないっていうふうに表現しますよね。そうなんです。この抽象的っていうのは理解しづらいことなんですね。だから私たちはより具体性のあるものを好むんです。最近は SNS とか Instagram とか YouTube とか具体的でわかりやすいコンテンツがたくさんありますよね。こういったコンテンツは私たちに有益な情報を素早く与えてくれる素晴らしいものなんですね。すると皆さんこう思うかもしれません。具体性のあるものだけでいいのでは？抽象的な考え方なんて必要ないんじゃないですかと。しかし、この抽象的に考えるっていうのはものすごく大切なことなんですね。例えて言うならば、この大きな木があるとします。この木の幹が抽象的という意味で、具体的っていうのがこの枝の部分なんですね。普段私たちはこの枝の部分ばかり見てるんですよね。実はこれだと木の全体を見ることができないんです。抽象的、いわゆるこの幹の部分がわかるようになると、こんな枝もあるんじゃないかとか、あんな枝もあるんじゃないかっていうふうに応用が効いてくるんですね。そして頭のいい人とか鋭い人っていうのは、いろいろな具体的な枝を見ただけで、この幹がどんなものかっていうのを捉えることが上手い人なんです。今回はこの抽象的、具体的っていう考え方をあまり理解していない上司を登場人物として設定いたしました。それでは今回の登場人物を紹介したいと思います。自己紹介をお願いいたします。はい、こんにちは。健一です。48歳です。製造業で働いておりまして、多業種を担当しております。ありがとうございます。それでは今回どんなお悩みを抱えているのかを説明してもらってもよろしいでしょうか？はい。先ほど京介君からご説明があったように、私も SNS をよく使います。短時間で情報がわかるので大変便利です。それで悩みのことなんですが、現在私には5年目の部下がいるんです。彼にはもっと成長してもらいたいと思ってるんですよね。工場で働いているので、不具合はつきものなんですが、私の部下は現場に行って直接確認することをあんまりしないんですよね。なので、俺が5年目の時には、とにかく現場に足を運んでたぞっていうふうに言うんですが、これがどうも響いてないらしくて。で、それと、彼に資料作成を頼むと、私が思っていたようなものにはなっていないことが多いんですよね。もっといい感じに作ってほしいのになって思いますよ。そして最近、ちょっと言いにくいんですがね、部長に呼ばれたんですよね。それでこう言われたんです。君のところの部下が最近不満を持っているそうなんだよ。問題になると困るから、きちんと原因を把握して改善するようにしてくれっていうふうに。私もさすがに焦りました。何かを変えなくてはいけないなと思っているんです。なるほど。これは大きな悩みですね。健一さん、ありがとうございました。それでは今回の健一さんの目的を新たな視点を持つことで信頼され優れた上司になるに設定したいと思います。この本の重要な3つのポイントを健一さんの悩みに当てはめていき、どうしたら健一さんの悩みを解決し目的を達成できるのかということについてこれから説明をしていきたいと思います。1つ目のポイントは情報取得の縦の幅を広げるです。健一さんは SNS やニュースアプリからの情報収集を好む傾向があるんですよね。そうです。この本では具体的な知識の広がりと抽象的な考え方の広がりを三角形で表現しているんです。本当に知識を高めるためにはこの横と縦の両方を学ぶ必要があるということなんです。SNS とかの情報って具体的な話題が多いので、この横の幅を広げるにはいいんですよ。
この情報取得は大切なんですけど、これだけしかしてないと抽象的な考え方っていうのは鍛えられないんですよね。確かにこの図を見ると、私は横方向だけにしか広げていないということになりますね。抽象化をするためには、普段から抽象化することをトレーニングする必要があるんです。例えば、具体的な事例から得られた情報の共通点を探したり、根本的な原因を探したりすると、抽象的な視点を高めるためのトレーニングになります。例えば、電車のダイヤが乱れた時に遅延する。飛行機の便が多すぎて滑走路が混雑する。スーパーマーケットのレジに長蛇の列ができる。この共通点って何だと思いますか？すいません。いきなり聞かれるとちょっとわかりませんね。いやー、難しいですね。そうですよね。これらはシステムが負荷に耐えられないと混乱が生じるという共通点があります。なので解決策は適切な計画やキャパシティの管理が必要ということになるんですね。これが抽象的に考えるということなんですよね。なるほど。図とかで表現するとわかりやすそうですが、何かありますかね？はい。私のおすすめはマインドマップで、まずは具体的な問題をつらつら書いていって、その線を結ぶんですよね。そして共通点は何かなっていうのを探していくんです。これを普段からやっていると、抽象化のトレーニングができるのでおすすめです。もちろん普通のノートでもできます。マインドマップって確か無料のツールですよね。これならすぐにできますね。二つ目のポイントは、抽象化、具体化のレベルを考えてアドバイスをするです。健一さんは部下に対して製造現場で不具合が起きた時には、とにかく現場の声を聞くことが大切なんだよって感じでアドバイスをしているんですよね。はい。それに対して部下は、現場に行くのはめんどくさいなと思っているかもしれません。まあ、そうなのかもしれませんね。これだとモチベーションも湧きませんよね。そのため部下に対して具体的な成功体験をそのまま語るのではなくて、その成功体験の秘訣を語るべきなんですね。この秘訣というのは、いろいろな成功体験から集められたもの、すなわち抽象度が高いものになるんですよね。なるほど。そういう考え方はしたことがなかったです。今回の現場の声が大切という内容で言うと、事務所にいては見えない細かい部分があるということですよね。これを虫の目っていうふうに言うんですね。一方、この机上では俯瞰的に物事を見ることができるんですね。こういう俯瞰的に物事を見ることを鳥の目っていうふうに言うんですね。故にこの鳥の目で全体を俯瞰して問題の仮説を行うとともに、虫の目で具体的な内容を確認することで仮説が合っているかっていうのを確認することが大切ということですね。秘訣としてまとめると、不具合が発生した時には鳥の目と虫の目の両方が大切ということなんじゃないでしょうか。そういうことが言いたかったんです。ですよね。この秘訣は抽象的なものなので応用が効くんですね。例えば、虫の目に注目してみると、現場の人にヒアリングするだけじゃなくて、自分でも積極的に現場を見るというのも虫の目ということに気がつきますよね。こうなれば部下も積極的に現場に足を運ぶようになるはずです。3つ目のポイントは、上司と部下のリレーを最適化するです。リレーとは何かというと、抽象から具体への道のりの縦の部分でしっかりとバトンタッチをするということなんですね。リレーと同じでバトンが届かないと部下は何をしていいのかわかりませんし、バトンが届きすぎていると早くバトンを渡してくださいよってことになるんですよね。健一さんは部下に資料を作成してもらうときに、いい感じでやっておいてっていうふうに言ってるのではないでしょうか。まあ、そうですね。これだと抽象的すぎるので、バトンが部下に届いていない状態なんですよね。結果的に部下は何をしていいかわからなくなってしまうんですね。そのため部下は、健一さんが意図していた資料とは異なるものを作ってしまうんですよね。なるほど。どうすればうまく伝わるんでしょはい。まず、健一さんがやることは、自分が指示する内容の抽象度と、部下が実施する取り組みの具体性において、うまくバトンタッチするようにしなければいけないんですね。5年目の部下がどの部分まで抽象的なことを指示すれば、あとは具体的な資料作成をできるのかってことをしっかりと認識することが大切なんですね。具体的な事例があると助かるんですが、何かありますか？はい。例えば、製造現場のリーダーが集まる会議のプレゼン資料を部下に作成してもらうとしましょう。
まずは具体的な指示として次の3点を目次として伝えています。各工程の進捗状況や目標達成度を表やグラフで視覚的に示すこと。現在の課題や重要な変更点が一目でわかるように箇条書きや色分けを使って整理すること。次のアクションプランや具体的なスケジュールを誰が何をするのかを明確に記載すること。これで具体的な内容は部下に考えさせる形にして裁量を持たせるんですね。いざ資料を確認すると文字の大きさが少し小さかったり、色の使い方がカラフルすぎて見えづらい点があるとします。しかしここで細かく指摘してしまうと部下のモチベーションが下がる可能性があるんですね。私の場合は細かく指摘してますよ。そのため指摘の際はこう伝えてみてください。全体的によくできてるね。ただ、プレゼンの資料は誰もが一目で理解できることが大切だから、もう少し見やすくする工夫を考えてみると、もっと効果的になるかもしれないね。このように抽象的に見やすさについて触れることで、部下自身に考えさせて、具体的な改善点は何かっていうことに気づかせるってことが大切なんですね。これによって指摘されたっていう感覚が薄れて、自分で工夫しようとする意欲を引き出すことができるんですね。もしもその後にあまり治っていなかったら、その時にはもう少し具体的な指示をすればいいんですね。大切なのは相手の力量に合わせて、どこまで具体的な指示をするかということを考えることなんですね。なるほど。勉強になりました。これからは自分の発言がどこまで抽象的なのか、もっと意識をして、部下と会話して相談していきたいと思います。はい、ケンイチさん、頑張ってくださいね。はい、それでは半年が経ちました。ケンイチさんがどうなったか見ていきましょどうも、お久しぶりです。う。お久しぶりです。その後はいかがですか？はい、抽象的に考えるトレーニング続けていますよ。なかなか難しくていつも苦戦していますけどね。それでも少しずつはできるようになってきています。部下に何か指示をするときも、これはどのぐらいの抽象度で話せばいいのかなっていうことを気をつけるようにしていますよ。それは素晴らしいことですね。はい、ありがとうございます。どのレベルの抽象度まで言えばいいかわからないときには、部下にこれで次のステップに進めるかっていうふうに聞いてるんです。部下も自分がどのぐらい理解しているのかをちゃんと話してくれるようになったので、前よりもバトンタッチはうまくできてるかなという感じです。バトンタッチがうまくできることで、コミュニケーションも円滑になってきてるんですね。素晴らしいです。ケンイチさん、これからも頑張ってくださいね。はい、なりきり読書チャンネルいかがでしたでしょうか？ケンイチさんになりきってみて、どんな感想を持ちましたか？共感できたという方はぜひ、いいねを押していただけると嬉しいです。また、自分も似たような経験があるという方は、コメントでシェアしてくれると嬉しいです。抽象的に考えるのって普段なかなかやらないんですよね。なんですけど、これトレーニングをすれば鍛えられるものですので、ぜひ皆さんも抽象的に考える時間を作っていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。